はい、皆さんこんにちは。ワンダーレビューです。本日はこちら、今回発売されたインスタ360の AS Pro 2を紹介していこうと思います。こちらのカメラ、センサーも新しくなって、なんと AI のチップも2つ入って、デュアルの AI プロセッサーが入って本当にパワーアップしたカメラになります。一言で言うと、まずアクション用のカメラ性能すごく上がってます。あとブログキャム、動画カメラとしての性能も上がっています。本日はこのカメラ、動画に関して、これら GoPro とか今までの AS Pro の、1を用いて比較映像なんかを交えて、動画今回 4K の 60fps サポートしたので、そこら辺のアクション性能や、あと手ブレ補正なども強くなっているので、そこら辺見ていきたいと思います。音声の機能もすごくパワーアップしているので、音声機能も風切り音の防止や、あと声がクリアに取れるというのも、自転車に乗りながらそこら辺も検証していこうと思います。その他 AI のプロセッサーが2つになったので、本当にたくさんの新しい機能や今への機能のパワーアップがされているので、そこら辺細かく見ていこうと思います。それではこちらの新しい本当にパワーアップしたカメラ、一緒に見ていきましょう。それでは早速製品の方見ていこうと思います。今回はデュアルバッテリーキットということで、バッテリーが2つついてきます。本体にバッテリー、あと、マイクのカバーなどが、全部で入っています。それでは本体の方 AS Pro 2と今までの AS Pro を少し比較してみたいと思います。大きさ、重さはほとんど変わらず、こちらの方同じアクセサリーが使えます。そして注目すべきはバッテリーになります。バッテリーの方、大きさ、サイズは変わらずに容量だけアップするというすごくいい進化を遂げています。あと、こちらのフリップ式のモニター、こちらの方もモニター大きくなってさらに明るく見やすくなっています。本体もハード的に大きく進化したと言えます。それでは動画の、機能、動画の性能をチェックしていこうと思います。で、レンズ。今回、ライカのレンズと新しいセンサーというのの差がすごくわかるので、まず写真の比較からしていこうと思います。このように写真を何枚か撮ってきました。で、この一つの写真を用いて、描写力というのを見ていこうと思います。まずこちら、こう、ズームした時に屋根の部分を見ると、もうどちらが繊細で綺麗に映っているかというのは一目瞭然だと思います。あと、黒い部分なんかもクローズアップすると、もう全然描写力が違うので、ちゃんと描写できている、このライカのレンズと新しいセンサーの実力というのはもうここでわかると思います。で、これらのレンズとセンサーを用いた時の動画の比較というのをしていこうと思います。動画の比較では AS Pro、AS Pro 2、Hero 13で動画の画質比較していきます。まずこちら AS Pro 一つ前のモデルと Hero 13での画質を比較しています。こちらの方、空なりはすごく AS Pro 綺麗に映っていますが、少しこの側道の黒い部分などは GoPro がたまにこう描写がかっているなという思うシーンがありました。で、今回のこちら AS Pro 2と GoPro 13を比較すると、このように今まで気になっていた GoPro が少し勝っているなというようなシーンが見受けられなくなったので、本当に AS Pro 2画質の進化が大きいんだなと感じました。で、動画に関しては、こちら、クラリティズームとカメラ 8K まで対応しているので、ズームしても画質が劣化しませんというものがあります。こちら 4K の方でクラリティズームを使ったものと、GoPro でデジタルズーム 1.4 倍を使ったものを比較しています。GoPro の方、ズームの倍率を変えるときに録画の開始停止が必要になります。今回倍率は違いますが、それでも AS Pro の解像度の高さ確認できると思います。AS Pro の方はですね、ライカのカラープロファイルが入っていて、ライカナチュラルっていうものと、あと、ライカのビビットっていう色がこう選択するだけで使えるというのがあります。こちらの方、本当に綺麗な映像、こう、ライカっていう絵が出てくるので、撮っていて本当に面白いので、この辺こう AS Pro ならではの、機能だと思います。おそらく多くの人が気になっているバッテリーの持ちを比較した検証結果を見ていこうと思います。まず 4K30p で撮った際で、室内なのでもうほぼ無風状態です。この結果が、AS Pro 2の方が111分持って、GoPro の方が85分という結果でした。あと85分、こちらも熱停止という結果になっています。でもう少し厳しい 4K60p っていうので比較した際に、
AS Pro が78分で GoPro の方が35分で、こちらも熱停止という結果になっています。でもう一つ 4K30p で今回 AS Pro で新しくサポートされた耐久モードというのを使って比較しています。こちらの方さらに時間が長くなって AS Pro 2の方は130分 GoPro の方は99分という結果になりました。今回は GoPro の方熱停止しませんでした。あと給電も AS Pro 2、AS Pro から早かったんですけど AS Pro 2でも、早くて給電ゼロにバッテリーになった状態から20分の状態で、AS Pro の方が AS Pro 2の方が 83%、GoPro が 26%、さらに50分経過後にはもう AS Pro 2の方は、充電が完了ということで、本当にこの給電が早いっていうのは少し休憩した際にバッテリー充電すると 80% ぐらいまですぐに給電できるので、この辺は本当に、助かるなと、いい機能だなと思います。ここから暗所性能を見ていこうと思います。で、暗所性能、AS Pro 1と今回の AS Pro 2、GoPro 13で比較しますが、もう GoPro 13、GoPro の方は暗所全然比較対象にならないので、さっと見て終わりたいと思います。やはり今回一番注目したいのが AS Pro と AS Pro 2の進化だと思います。自転車なのでかなり小刻みな振動があって厳しい条件なんですが、こちらの方見てわかる通り AS Pro 1で少し滲んでいる振動によって滲んでいる場面が AS Pro 2では本当に綺麗な映像が撮れていると思います。こちらの方本当にすごい進化だと思います。それでは続いて、音声を見ていこうと思います。実は今回音声が一番驚いた点かもしれません。ものすごく進化しています。こちらの方、風の風よけありの設定、あと声をクリアに聞こえる設定だとかがあるんですけども、そこら辺の設定を変えて、さらに自転車に乗ってっていう風もかなり吹いていて、で車道もうるさくてっていう状況での音声のサンプル取ってきていたので、少し聞いてみてください。音声がクリアに取れるモードで音声を取っています。音声の方いかがでしょうか。チェック1、2、チェック1、2。ただいまマイクのテスト中。音声がクリアに取れるモードで音声を取っています。音声の方いかがでしょうか。チェック1、2、チェック1、2。ただいまマイクのテスト中。それではここからインスタ360の新機能、独自機能を見ていこうと思います。まずは情報ダッシュボードです。こちらの方以前からあったのですが、スマホのアプリを用いてダッシュボード表示をすることができます。で、使い方なんですけども、まず最初に走行ログを取得します。で、ここら辺ガーミンだとかのサイクルコンピューターでもいいですし、GPS のプレビューリモコンとかでもいいです。この辺対応するサイコンだとかも順次増えていってるみたいです。そして、実際動画とサイコン、ログ情報を取ると、あとはスマホのアプリでダッシュボードを調整して動画を作れます。あとは動画を書き出しして普通にダッシュボード表示というのが利用できます。続いてアクティビティ統計です。こちらの方はサイクルコンピューターなり、GPS のプレビューリモコンを使わなくてもスマホでGPS のログが取れるようになってます。なので使い方としてはまずアクティビティ統計というので GPS アクティビティのログを取っていきます。で、この際に動画を撮って、あとは同じくスマホのアプリでダッシュボードの表示を調整して動画を書き出すというので簡単にダッシュボード表示というのがスマホとカメラだけで使えるようになります。あと今回新しくサポートされたドラレコモードというのがあります。で、こちらの方はドラレコ向けの動作というので細かいサイズのファイルを保存するだとか、あと給電開始っていうので自動的に録画開始するとかっていうドラレコならではのモードで動作します。で、使い方としては動画の設定のところ、撮影のところでドラレコモードに設定して、であとはドラレコモードで使うメモリーカードの容量だとか、あとウォーターマーク、時間の情報をどうするとかっていうドラレコモードの設定をして、あとは走行時に録画して使うという使い方になります。続いて今回新規にサポートされたタイムコードです。こちらの方は何個かタイムコードを
利用する方法があるんですけども、タイムコードというのはそもそももう複数の動画ファイルなり音声ファイルがあるときにタイムコードがあるとバッとシーケンスで綺麗に並べてくれるので、本当に編集時に楽に編集できるという機能になります。で、タイムコードは通常外部のタイムコードの機械と同期させて、その同期させたタイムコードでカメラに記録させるということが、行われます。その他今回は今の現在の時間で設定できたり、任意のタイムコードを設定してそのタイムコードを書き込むということができます。ここら辺はタイムコードの設定をして、あとは普段通りに動画を撮影すればタイムコードというのが利用できます。今回、新機能として AIのハイライトアシスタントという機能があります。で、こちらの方、本体に AI チップが入ったので、動画を撮影しながら、このハイライト部分がどこなのかというのを AI が選別してくれます。こうすることによって、本体の方でハイライトというのがすぐ確認できるので、このハイライトを見ながら動画の不要な部分を消して、カメラの中のメモリーカードとかを外出先でも整理することができます。このハイライト情報、スマホのアプリでもそのまま利用できるので、さらに AI 編集を用いてハイライトプラス AI 編集で簡単に動画をささっと作ることができます。ここら辺もカメラですでに AI でハイライトを選択してくれているというのはすごく時間の短縮になって、すごく便利な機能なり、動画がより簡単に使えるなっていうのが本当にすごい機能だなと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はこちらインスタ360の新しいアクションカメラ AS Pro 2を先行レビューさせていただきました。本当にすごくいい製品を先行レビューさせていただき感謝しています。で、少しでも多くの人にこのカメラの欲しかった情報、知りたかったことが届けられていれば本当に嬉しいです。このチャンネル、多くの人が初めて見るチャンネルだと思います。今後もこういうカメラや撮影関係に関する機材の情報、レビューですね。そしてそれらを使ったブログなんかも公開していくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後に AS Pro 2の特徴を振り返ってこの動画を締めていこうと思います。 4K60p の Active HDR をサポートして、さらに今回新規のセンサーを搭載し、ライカのレンズと組み合わせて最上級な描写力、動画が撮影できるようになりました。音声にもこだわり、ハードウェアにウィンドガードを備え、さらに AI を使ってクリアな音声を集音するということも実現しています。AS Pro もともと強かった暗所性能も大幅に強化しています。極めつけはカメラ本体とスマホの AI 編集で超簡単に動画の作成ができます。本当にアクションカメラとして、そしてブログカメラとしてベストな選択になるアクションカメラに進化しました。ぜひこのカメラ概要欄からリンクをクリックして製品の詳細を確認してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。